皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今回は3回連続で、スポーツゴジラの編集長の長田渚さんをお迎えして、送って、やっておりますが、第1回目の時にスポーツゴジラがもう本当にいろいろなテーマで面白いことをやってくれていると、おまけにこれがフリーペーパーであると、ただでもらえるものだというので、東京都の都営地下鉄の駅であるとか、それから大学の生協の図書館なんかで、図書館じゃないですね、本屋さんなんかで、配られている本だということで、それを20年続けてこられた、長田さんが、今日はその最新号について、ちょっと聞きたいと思うんですが、この最新号がね、実に素晴らしい内容だったので、私も読んで驚きました。ありがとうございます。まあ、表紙にね、これ沢村栄治さんなんですよね。やっぱり沢村栄治さんは3度の王将、第二次世界大戦で3度戦争に、まあ、赤紙というものが出て、まあ、戦争に行かなきゃいけないわけですけれども、そこで、海軍の船に乗って沖縄に行くときに、フィリピン沖かななんかで、その船が、沈没されて、それで亡くなったというような方ですが、戦争で亡くなったスポーツマンって結構多いんですよね、日本では。スポーツで亡くなったオリンピアンもいますし、それで、この戦争とスポーツという特集は、これが3回目なんです。で、今まで1回、2回やられて、これが3回目なんですが、この中でもう私も3人の方が出ておられるんですね。長田さんお待たせして申し訳ありません。ちょっと私が喋りたいので先に喋ってしまいました。お一人目は、宋元出さんという、この方は、裏千家の家元の、前の15代目かなの家元の方ですね。家元の方なんですが、この方が、実は特攻隊に、行って、俳優の西村光さん、あれですね、水戸黄門の方ですね、の方と同じ部隊におられて、まあ、いわば特攻隊の生き残りだったということで、この戦争の生々しいことをいろいろ話しておられるんですが、要するにお茶の家元だっただけに、上官からお茶を入れてくれって呼ばれるんですよね。で、何度か呼ばれていって、それで自分だけ特攻隊の順番が回ってこないときに、周りの兵隊の人たちがみんな、戦は特別なんだと。お茶を入れてるからというような目で見られてるのがどんなに辛かったかという話をされているのが結構生々しくって私は驚きました。もう一人は、サッカーですね。サッカーのサンフレッチェ広島が生まれた時からの、総監督になられた、今西和夫さん。この方も、広島で、被爆されて、左足が、90度以上伸びないんですよね。それでも頑張ってサッカーの選手として、活躍されて、日本代表選手にもなったと。その後、サンフレッチェ、広島の、J リーグの中で頑張られたり、あるいは FC 岐阜の社長をされたりして、日本のサッカーに貢献された方です。この方も、話も、外国の人、要するに原爆を落としたからアメリカが憎いと思っていたら、
それじゃないんだと。憎いと思うような気持ちを起こさせる戦争が一番悪いんだという話を中で語られているのが、もう非常に良かったです。もう一人、紹介させてください。もう一人は、定見事務、の長野春さん。この方は私も後楽園ホールでお会いしたことがある方なんですが、今年の1月に99歳で亡くなられたという方なんですけど、女性ながらその日本のボクシング界のマネージャーのライセンスを取って、それで、最初に大場正夫から、最近の村田亮太まで何十人を超す世界チャンピオンを育てられた、素晴らしい女性で。この方は、日本の、戦時中ですね、明治神宮の外苑競技場で行われた、いわゆる学徒動員ですね。雨の中をその学生たちが、こう、鉄砲を担いで行進した中、今、長田さんが中を見せていただきました。その時の、その客席におられて、それで見ていた時に、こうお父さんやお母さんがもう振っている日の丸、要するにそれが非常に悲しく見えたということをね、語っておられて、で、みんなで頑張れと言って、勇ましく出世するのを見送らなきゃいけないのに、どうしてもそれができなかったということを言われて、最後に、こう、とにかくもう今政治家の方も、戦争を知らない人が増えたけれども、戦争だけはいけないということをみんなで話し合ってほしいということを力説されている。この3人の発言を載せられたっていうことで、言葉が私はないんですが、私は長田渚さん編集長を尊敬しております。本当に、素晴らしい、編集をされて、ありがとうございましたとしか言いようがないですけれども、これすごい企画ですね、これはでもね。いや、玉木さんに初めて人生で褒めていただいた。そんなことないと思いますけども。これでも、戦争と平和じゃなくて、戦争とスポーツの企画は3回目でして、第1回目の時が確か25ですか。の時だった、出していただきました。25です。この時は張本さんが出てるんですね。張本勲さん。彼は広島で、彼も被爆者の一人なんですね。それで、自分が要するに被爆者だっていうのは特にあまり喋りたくないというのを、やっぱりこれからは喋らなきゃいけないんじゃないかということで、喋られてるっていうのに私もびっくりしましたですね。こういう戦争とスポーツという企画をしようと思われた最初のきっかけってのは、長田さんどういうことだったんですか、これは。この3号目をですね、スポーツと戦争の67を出そうと思ったのは理由は2つあって、1つは長野春さんが自分の戦時体験を語りたいと連絡をくださったのが1つですが、はい。戦争とスポーツに、この中にオリンピアンであって、亡くなった人たちの写真を全部出したんです。苦労して集めたんですが、でこれについて高校生から手紙が来たんです。はい、自分は、戦争に行く兵士の人と、スポーツを一生懸命やってるエリートスポーツマンのオリンピアンが一緒になってイメージとしてなかった。すごく怖いことだと思うっていうふうに手紙をくれたんです。だから別の人だと思っていたんだけど、つまり戦争になると根こそぎ生活もスポーツも持ってってしまうというものを感じていただいたときに、そうだと。要はニュースなどで遠い国の話を戦火、ここで空爆があってっていうのはよく放送されます。で、スポーツコーナーにおいては、オリンピックに行く一生懸命やってる選手のことも報道するんですけど、これが一緒くたであるという戦争というものに対して、そのことを考えたことがなかったから怖かったという手紙をもらったんです。だから、そりゃそうだなと。
うん。つまり、戦後80年経ってくると、全部が持ってっちゃう。最近アンパンという、朝の連続テレビ小説の中でも、悲惨なことをたくさん、感じられることがありますけど、一緒なんだよっていうことを、やっぱり感じてもらいたいなと思って67を出そう。そのために、元特攻隊だったり、宇宙の行軍の時に送り出す側で女子学生で手を振ってた人だったり、その戦争は遠くの話ではなく、いつ何時どうなるかわかんないよっていうことのためにスポーツを入れるというアイディアを持っていることです。なるだからほど、ね。はるか遠い昔、私もそうですよね。昔の人がやったことじゃないのって感じになると、なんか親身にならないとこがあるんですけど、そうではなくて、いつ何時わかりませんよ。ウクライナもガザも、近くの国も中東情勢も、いや、わからないっていう感じを持って、そうしないと、平和ってなんだろうとか、スポーツができていいなとか、そういう気にならないなと思ったことです。なるほどね。この中でも長野春さんが、今スポーツが非常に盛んなのは、平和だからできることであって、平和でないとできないんだということを喋っておられるのが、まるで当たり前のように聞けるんだけれども、それは本当に当たり前のことなんだけれども、その平和がどれだけ大事かっていうことを、スポーツの側から語るということが、非常に大事なんだなっていうのを、つくづく思いましたね。そうなんですよね。同じ材料でも、なんか離れていると違うんだけど、それを同じお皿の上に乗せるような工夫があると、いや待てよって言って、ニュースを見るのでも変わってきやしないかなと思ったんです。そうですね。オリンピックっていうもの自体が、平和運動、本質としては平和運動であって、戦争反対っていうことをはっきり打ち出していて、これからのオリンピックは、開会式で必ずジョン・レノンのイマジンも歌われるようにもなりましたけれども、どうしても日本のメディアで取り上げるときには、金メダルが何個であっただとか、そういうことだけになってしまって、平和というものが、平和運動のオリンピックっていうものがないがしろにされてしまうということなんですが、それに対してどうなんですか？非力だなって思われます？それとも、絶対力はあるんだって思われます？スポーツゴジラというメディアは。いや、そんなおこがましいんですけど、一つ一つ、心血を注いで、一冊の企画を出して、ノックし続ける。そうしないと、これだけスポンサーの方が大切なお金を出してくれてるんで、いいもの出してるね。お金出して嬉しいよっていうような気持ちになっていただくものじゃないといけないと思うんですよ。今、資本主義の世の中ですから、売れるか売れないかで全て判断されます。もっともっと、ゴジラは、シビアで、手伸ばして、駅で取って、つまんなかったらすぐ捨てる。そういうような、側面も持ってる。そうじゃなくて、お引っ越しの時に持ってってもらえるかどうかだと私は思ってるんですよ。だから最近嬉しいのはね、すべての語を揃えたいっていう方が、手紙をくれて、バックナンバーを、ないものについて何とか手に入れたいんだけどどうしたらいいかとか、すごい、すべて揃えて、スポーツを考えてるっていう方が何人も出てきて、それは誇りです。いいですね。今、逆に私はまた教えられました。スポンサーっていうのは単にお金を出してくれてるやなくて、その内容に対して、これだけ、認めるから、それを推進してほしいから出してもらっているスポンサーにも、やっぱり、なんていうか、ウィンウィンの立場っていう流行り言葉使いたくないですね。経済的ですね。その言葉。そうですね。ありがとうと言いながら、本当にその人に恥ずかしくないような内容を起こらなければならないというのは改めて今思いましたですね。も
気づかされました。ありがとうございます。そう。そうしないと、やっぱりお金出してくれないと思うんですよ。そうですよね。こちらが、あがめ立て祭るわけじゃなくて、どうですかこれでって言えるものではないと、あちらも、社内に、これいいんですよ。なかなか読ませるんですよ。僕はこれ好きだなって、一言言ってくれるか言ってくれないかで営業って変わるんですよ。ああ、なるほど。はい。だからこれが力があるかどうかっていうふうには考えてないんです。一人一人の胸に刺さるかどうかだけです。先ほどからっていうか前回から長田さんを紹介するときに常に編集長というふうに呼びましたけれども、いや、これは私は言葉が間違っていたことに今気づきまして、これからはプロデューサーと呼ぶようにしようかなと思いますけれども、今日の最後に、どうですか、紙媒体の文字媒体の雑誌ですね。のスポーツをテーマとした雑誌。これについては、どう思われます？今もうこれほどネットがね、発達しているならば、ほとんどの人がネットで仕事をしているじゃないですか。それを、こういうパラパラパラっとめくれる紙、そして、字が印刷されている。こういうものでメディアでやっておられることについてはどう思われてますか、今。3号前までのものだけはホームページで読めるようにはしてます。ただ、何度も読みたいとか、ここは何だろうって言って書き込んだりとかするっていうのは非常に人間性があると思うんです。ずーっと通過してしまって、頭には私は入らないタイプの人間なんですよ。ですから、新しいことに関して、考えたいことに関しては、なんとか紙でいきたいっていう。だけど、ものすごくいろんなことが高騰したので、一冊作るのにこんなにお金がかかるようになると思いませんでした。大誤算です。なるほど。今笑ってしまって失礼しました。私はと言われたんで失礼したんですけれども、笑ってしまったんですけれども、若い人たちにもぜひとも紙媒体の良さっていうものを、これから分かってもらいたいなって思いまして、というのは、ニュージーランドとオーストラリアでは、今、小学生の教育に、タブレットやめたみたいですね。で、紙に戻しているという。で、私が去年の秋に久しぶりに大学の教壇に立ちまして、成城大学でしたけれども、そこで私のやってきた仕事の雑誌をみんなに見せたら、ものすごく珍しく手に取って見てくれて、初めて雑誌というものを手に取りましたっていう大学生ばっかりだったんで、まあ、ちょっとびっくりしましたけれども、この紙媒体というものの価値、値段が高くなっても、これが価値があるんだっていうのは私もこれからちょっと理論武装してみたいと思いますね、きちんと。いやいや、本当、そう思います。ということで、2回にわたって、スポーツゴジラについて聞いてまいりましたけれども、あと次回はですね、はい。スポーツゴジラのメディアとしての未来と日本のスポーツの未来というものについて、ちょっと長田さんにお伺いしたいと思います。ということで今日は、はい、ありがとうございました、長田さん。ありがとうございました。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは今週のテーマ、日本のスポーツメディアについて考えるのエピソード3、100号を目指すスポーツゴジラと日本のスポーツの未来を考えるです。引き続き長田さんと共にお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。